本日はテールライトのお話をさせていただこうと思います。客車列車の最後尾に赤く光るテールランプは何とも言えず哀愁感が漂っていました。テールライトのお話。鉄道に関するお話としてテールライト、微灯のお話をさせていただこうと思います。古い写真を見ますと、客車等の最後尾に赤い円盤がついていたのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。もちろん現代は使われていませんが、いつ頃なくなったのかということで少し調べていましたら、昭和40年4月に ATS の電線設置を受けて規定が改正されていたようです。こういうふうなね、微灯の周りに赤い円盤がね、ついていた。そういうのを見た記憶がある方も多いんじゃないでしょうか。微灯は GHQ の C で2灯に変更ということでね、戦前は微灯は1灯で良いとされていました。しかし、戦後 GHQ の指示により2灯とすることがと指示が出されますね。運転関係の規定としてこれらは定められており、微灯は列車標識に分類され、従来は列車の後部標識が1個であったが、これを2個とし、臨時列車標識、臨時列車直前の同標灯を廃止することとしたということでね、こういうふうに規定が改正されました。でもこれもですね、アメリカの鉄道のね、手法に合わせたものだったようですね。で、こちらの方ですね、ちょっとイラスト出てきたんですけども、右イラストの標識は折りたたみ式になっていて、上半分を下に折りたたむとですね、腰板または窓周りとね、同色になるようになっていましたということで、微灯の補助としてですね、地方路線に ATS はなかった1960年ではですね、機動車や客車にね、広く標準装備されていました。多少でもですね、視認性を上げたいという意味合いがね、あったんじゃないかなというふうに思います。テールライトの話ということで、引き続きですね、181系電車では、ヘッドライトに赤いフィルターを装着したっていうね、お話をさせていただきます。さらにこの規定とは別ですが、特急こだまに代表されるボンネット仕様の電車特急群にあっては、微灯とは別に赤いフィルターを取り付けて追突防止対策としていました。これはですね、列車が駅間で緊急停車した場合に、燃焼灯を点灯させることで、後続列車に対してですね、視認性を高めるためのものでした。ATS の全国設置完了が1966年4月の20日ですので、東急列車後部にですね、赤フィルターの設置の規定がですね、この時期に廃止になったんじゃないかなというふうなね、考えられています。多分先ほどの赤色標識のね、円盤と一緒のぐらいの時期にですね、廃止されていると思います。ちょっとこれ詳しい廃止の日をですね、ちょっと確認できてません。運転中はですね、後部に赤いフィルターを装着はするんですけども、常時点灯させるっていうわけではなくですね、先ほどね、申し上げた通り、駅間などで緊急停車の際にですね、点灯して、後部列車にね、知らせるための標識でした。当時は運転席出入り口付近にこのフィルターが常備されていて、折り返し時にはですね、取り付け取り外しがね、行われていたというふうに聞いております。実際ですね、そういう写真がね、よく見たりします。同じくですね、特急列車の話なんですけれども、こちら今度は機動車の話をね、させていただきます。機動車特急では交互点滅灯設置ということでね、どういうことかなっていうのが後でちょっと出てきますけども、実はですね、リレー特急の場合は、キハ181系までは駅間などでの途中停車の場合、電車とは異なる方法が採用されていました。ちょっと今丸いところね、ちょっと出てきないんですけど、上で囲ったところですね、こちらの方ですね、ヘッドライト横に補助ライトのようなものがね、ついたと思うんですけども、これはですね、緊急時点滅用ライトだったんですね。これが設置されていました。写真がちょっと小さくて、ちょっと見にくい恐縮なんですけども、ヘッドライト横のね、装置が、駅間の停車時にですね、点滅させてね、列車の存在を示すっていうもので、防護無線などが整備されていない当時ですね、このライトを交互に点滅させてね、追突防止を図ったそうです。微灯の話が外れてしまいましたけどね、参考前に披露させていただきましたということで、ちょっと見ていただければなと思います。
次にですね、新幹線のテールライトの話ということでね、させていただこうと思います。新幹線の方なんですけども、最初に皆さん質問なんですが、ね、皆さん一番好きな新幹線は何でしょうかって、別にね、この話と直接は関係ないんですけどね、ちょっと個人的にね、個人的には関西在住なのでね、どうしても地元ビールで500系をね、一番に押してしまうんですけども、その時はではね、100系、0系の順番でしょうかということでね、最近の新幹線は興味ありません。それはちょっと全然違う、どうでもいい話なんですけども、さてですね、この新幹線の後部標識なんですけども、JR 西日本の500系のようにですね、運転台の中にね、微灯をつけるデザインがなくてですね、電頭部標識、いわゆる電頂灯ですね、これがそのまま後部標識にしてしまうという方式がですね、0系の頃から採用されていました。210キロで高速大衆新幹線であればですね、ATC が完備されてはおるんですけどね、後部標識はね、後方からの視認性が高いことが求められたからとも言えますし、合理的なデザインだったんじゃないかなっていうのは間違いないでしょうねっていうことで、はい、お話しさせていただきます。折り返し時にですね、これ見ていますとね、赤いフィルターが回転してきて、電照灯の方、ね、前の方に回り込んでいくのはですね、見ているとね、飽きませんでした。この方式がですね、200系にも引き継がれてきましたし、JR 東日本やですね、西の500系ではですね、後部標識を分離したデザインがね、試されていますが、JR 東海ですね、の、車両を中心として、かたくなにですね、0系からのね、方式を踏襲しているのかなっていうふうなね、ところがあります。そういう視点からもですね、新幹線を見てみるのもね、面白いかもしれないです。新幹線の0系はね、先頭車も光ったっていうことでね、これご存知の方も多いと思います。運転台下でですね、赤いライト後部標識が見えますけども、この0系ですね、開業当初は光電灯は強化プラスチックでね、内部から蛍光灯を光らせる方式になっていました。夜間はヘッドライト以外にですね、ボンネット全体が光るっていう代物で、最後尾になった場合ですね、赤フィルターからの光が漏れてですね、全体にボンネットがね、赤い月のようにほんのりと赤く染まる。とっても幻想的なね、風景でした。その後はですね、破損が多いということからね、FRP に置き換えられてしまいましたので、この優雅なね、光るボンネットっていうのは消えていってしまうんですけども、昔のね、新幹線のそういう思い出っていうことでね、少しお話をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。リクエストも受付させてもらっております。ご要望のスペルでね、お答えできない場合もありますけれども、その点はご了承ください。